我慢をするという私たち普段使いますけど、我慢という言葉は仏教の言葉です。で我慢という漢字を見てもらったら分かりますが、自分の我という字ですね、エゴという字に慢、自慢の慢という字ですが、思い上がった自分のエゴというのが我の慢なんですね。で仏教ではそれを諌めますけれども、私たちが我慢という言葉を今もう日本語で日常的に使うときは、何か辛いこととか嫌なことに耐えるというのが我慢というふうに使われていますよね。それでまずね、我慢することが修行ですかって言ったときに、仏教では我慢をすることが修行とは言わないんですよ。まずね、言い方として。で、ただその辛いことに耐えるということに似ているニュアンスとしては、ニンニクという言葉を使います。ニンニクということは、忍耐するということですね。耐えるということです。でもこれは強制的に誰かに嫌なことをされていることに対して耐えるということじゃなくて、自分が目的を達成するために、自分の目的を達成するために耐えるというのがニンニクということなんです。で、例えばね、格闘技の選手っていうのとか分かりやすいと思うんですが、例えば格闘技でボクシングであれね、空手であれ柔道であれ何でもいいんですが、総合格闘技であれ何であれね、やっぱり試合に勝ちたいと思ったら、朝好きな時間に起きて、そして TikTok を見ながらポテトチップスを食べながらひっくり返ってやりたい放題好きなように不摂生をして生活をしていて、そして試合の時に勝てるかって言ったら勝てないんですね。で、お客さんっていうのは試合を見て誰が勝った負けたということで、あいつは強いあいつは弱いとか一喜一憂してますけど、実は選手っていうのはその裏で本当に勝ってる選手っていうのはもう試合のね、やっぱり何ヶ月前からっていうことは特にね、もう普段から練習してるわけですが、特に試合が決まればそこに向けて3ヶ月前とか4ヶ月前とかって言って練習に励むわけですね。そうするともう本当自分の楽しみみたいなものはもう全部削って、朝から晩までね、その減量して水抜きをしてとか、そして練習をして、好きな食べ物もそれから自分のダラダラした時間っていうのも全てねやって必要なことを、試合に勝つために必要なことを必要なタイミングで自分にとって足りないことを、そして自分の良きところを伸ばし足りないところを補い、そしてそれをまたどうしたらいいか、どうやって自分を鍛えていったらいいか、どうやって自分の良きところを発揮して、そして良くないところっていうことを、足りないところっていうのを補填していったらいいのかっていうことをいろいろトレーナーについたり先生に指示したり、もうとにかくですね、そうやって自分の本能を制御して、そして目的達成のために努力をしていかなければ絶対勝てないんですよ。でそんなことをしなくても勝てるよっていう選手がいたとしたら、それは自分より最初からレベルの低い人と戦ってるだけであって、で何かトーナメントで勝っていこうとかなれば、上に行けば行くほどスピードがあってパワーがあって根性があって練習しててセンスがあってっていう人がどんどん上がってくるわけですから。でそうなるともうシーズンというか試合が決まって何ヶ月前っていうことだけじゃなくて、日常生活からもう自分にとって勝てる体を作るために、勝てる気持ちを作るために、日常生活から自分を律していかなきゃいけないんですね。でそうしなかったら絶対勝てるようにならないんですよ。だから本当にその成績を残した選手とか、やはり本当に強い選手っていうのは、もう私たちが知らないところで普段の生活からニンニクをしてるわけですね、いっぱい。でもそれは決して人から強制されているニンニクじゃないんですよ。自分が自分の目的を達成していくために、自分が自分を律しなければならないということですね。でそれは私たちが言っている誰かから押し付けられて嫌なことを我慢するというのとまたちょっとニュアンスが違うわけですね。仏教では我慢というのは私のエゴの思い上がりというような意味でしかありません。ニンニク
って言います。忍耐するということです。それは強制されたものじゃなくて、自分で自分の目的の達成のために自分で忍肉するということなんですね。自分を律するということです。それが修行ですかと言われれば、それが修行です。これは別にお坊さんに限らず、どんな人でもどんな分野の人でも、自分が何か志を立てて高い目標をちゃんと達成しようと思ったら、必ず忍肉をするということをしなければ、その目標は達成できないですよね。そうですから、修行とは何か、我慢することではなくて、忍肉精進することです。仏教というのは知識ではないんです。歴史の勉強ではないんです。今この人生において私がどう生きるのかというところへ直結してくる教えなんですね。今この自分の人生において、今日から明日から私の人生に変容をもたらしていく、それが仏教なんです。社会とか世界とか全てに対して見方が変わったし、感じ方が変わりました。そのイラッとすることをいかに解消するかということを教わりました。最終的にはやっぱり人間を学びに行ったんだなっていう、表面的なものではなくて深いところまでイメージがスッと入ってきたんですけど、おっしゃることがもうおっしゃる通りだなと思って、雲が晴れるような感じの気持ちになったりとか、もう感謝しかないです。本当に学びというのはね、いつになってもいつからでも学ぶことができるんです。まさに私たちがどう生きていくのか、仏教を学んで自分の人生の質が良くなっていかなければいけない、自分の心が穏やかになっていかなければいけない。そうならなければ、どんなにたくさんの経典の文句を覚えたところで仏教を学んだことにはならんのです。